ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、QCY の完全無線イヤホン、T20。QCY の T シリーズは最近一気にレビューしてるな。その中でも最新の半開放型イヤホンが、この T20 だ。最新モデルと言いつつ、スペックの方は堅実で、AAC、SBC のみの対応となってるぞ。最近はこのタイプのイヤホンでも、aptX アダプティブに対応したライバルも出てるんだけど、違法に用イヤホンの代替と考えているのか、AAC までの対応だな。形状、デザインとしても、かなりこの手のイヤホンの元ネタを意識したものになっていて、装着感も良好だ。基本的には、このタイプのイヤホンの中でも定番のスペックと言える、5.5 時間の連続動作、ゲームモードなどなど、実際使って満足度の高いことを重視した性能になってるぞ。実際、半開放タイプは、ハイレゾイヤホン的な表現力よりも、ずっと聞いてられる安定感の方が求められることの方が多いように思えるな。もちろん、半開放型で外の音が入ってしまう構造なので、ノイズキャンセリング機能はなし。ただし、このタイプのイヤホンの中でも、マイクに定評のある QBC。このイヤホンも4ボタンマイクで、通話時には有利に思えるな。実際に録音したものを聞いてみよう。ちなみに外でめっちゃセミ鳴いてて扇風機がついてる環境で録音したぞ。これは QCY ID Pods T20 で録音した音声になります。少し最初は音量が取りづらいんですが、少しね、時間が経つと、マイクの音量が調整されるみたいで、音量が上がってますね。なので通話してる時にも音量は問題なく取れると思います。どうかな？最初は明らかにちょっと小さめの音量が、通話開始数秒で調整されたのがわかるだろうか。ノイズキャンセリングもしっかり働いてるし、問題のない仕上がりに思えるぞ。それから、このタイプの TWS ではお約束になりつつある、ゲームモードも搭載している。また、チップの世代が進んでいて、Bluetooth 5.3 規格での通信となってる。地味ながら信号が途切れにくくなり、より安定したイヤホンになっているぞ。内装についても、しっかり進歩してる。T20 のドライバは、13mmLCP コンポジット。つまり、最近、弾力や反応の良さで採用が増えている、液晶ポリマー系の複合樹脂振動板だ。液晶ポリマーは、より分厚い樹脂振動板に比べて反応が良く、それでいて、低音域の弾力も力強いという。低音強めで安定する、半開放型イヤホンのうま味を強調する振動板だな。ちなみに、低価格モデルでは珍しく、QCY の新型イヤホンはどれもアプリに対応しているので、アプリを使ったイコライザで、ある程度の調整が可能だ。QCY 製は初期状態で強みが出てることが多いので、その状態でもうちょっと変化が欲しい時に使うといいだろう。というわけで、音質についても見ていこうか。高音域は柔らかい、LCP 振動板なので、変に歪んだり濁ったりはしないが、ここが主役ではない感じ。中音域、温かみがあり、ボーカルなどがよく聞こえる。そして、低音域、ここが強めで、一番主張が強いな。全体的に落ち着きがあって、聞き取りやすい音質だ。つまり、これ、基本的には半開放型のセオリーをそのまま実現した音色、というわけ。ただし、完成度はちゃんと高い。基本に忠実で、かつ完成度はしっかり一流品水準。でもって安い、というわけだ。質感に関しても全くチープさはなく、特にイヤホンを使っていて、AirPodsよく落としちゃう人なんかにおすすめしたいな。基本スペックと音質がしっかりしているので、これで十分、という印象がある。他社のクローンだと、もっと残念なものもある中で、基本通りの音が出てて、かつ安定性が高く、通話も問題なくて、値段が安いので、誰が使っても安心して使える一台になるはずだ。オーディオマニアはどうしてもピーキーなものに走りがちだけど、こういうの一台持っておくと、脳みそが疲れてる時にすごく便利に使えるぞ。と、こんなところだな。新型のチップで、安定したモデルが出てくれるのは、何回繰り返してもありがたい。あとは、それが、誰にでもわかりやすく手に取れるようになればいいんだけど、果たしてどうなるかなといったところで今回はここまで。